ただきます。ごちそうさまでした。おはようございます。なごみけです。ステイヘルシーということで、僕最近割と健康意識が上がっているんですよね。インスタをフォローしてくださってる方はなんとなく最近の変化みたいなのにちょっと気づいてくれてるかもしれないんですけど、今年に入ってから始めた健康習慣みたいなものがいろいろとありまして、それのおかげで本当にここ数ヶ月間は生活の充実度アップみたいなのを肌で感じてます。ということで今回の動画では、その僕が始めた習慣みたいなのをね、少しお話しする Vlog にしようかなというふうに思っています。まず取り掛かったのが食事、運動、睡眠というもうごくごく当たり前のこの3つの基本事項でした。これら3つ重要なのは分かっているけど、結局始められないよねみたいなところがあると思います。で、僕が一番最初に取り掛かってよかったのは運動でした。最近は僕週5くらいの頻度でジムに行っています。それも起きてすぐだいたい朝の6時とか7時台にジムに行って軽く筋トレをして、ランニングマシンで走る。だいたい全部で1時間弱くらいトレーニングというか運動をしています。朝一番に行く必要はないんですが、僕の場合根っからの朝型なので、起きてすぐ頭が動いてないままに行く方がモチベーションが高いというか、行くのめんどくさいなって考える隙がなくなるんですよね。なので最近の Vlog でも割とジムに行ってる様子が見られると思います。なんでこの運動を最優先で取り組んでよかったかというと、ちゃんと運動するとちゃんと体が疲れるんですよね。そうすると夜ちゃんと眠くなってちゃんと睡眠時間が確保されるんですよ。でこれは食事も同じで、ちゃんと運動すればその分ちゃんとお腹が空くので、比較的規則正しく食事をとることになりますし、せっかくさっき運動したんだから、ちょっと食事も気を使って健康的なものを食べたいよねという意識にいつの間にか変わっていくんですよね。なので食事、運動、睡眠割と並列に語られがちではあるんですが、まず運動から取り掛かると残り2つも含めて良いサイクルが回るようになるかなと思っています。でもちろん運動習慣ってなかなか続かないのは僕も分かっています。何度も三日坊主で終わった経験はあるんですが、この3ヶ月間ずっと続けられているのは間違いなくこの Apple Watch のおかげです。 Apple Watch つけてる方は分かると思うんですが、あなた今日運動量このくらいで全然足りてないですよとか、あと少しで目標達成するのでちょっと動いてみませんかとか、そういうリマインドを定期的にくれるんですよね。朝ジムに行くと、今日あなたすごくいいペースで運動を開始してますねみたいな、割と褒めてくれたり、なんだかんだこういうコミュニケーションがすごく嬉しかったりするんですよね。で運動したら僕はちゃんとその日付を記録するようにしています。これで月のうち何日間運動できたかっていうのを可視化することによって、来月は例えば2日連続で休むっていうのはやめようとか、今月はちゃんと目標通り週何回運動できたねっていうのを振り返れることによって、また自分のモチベーションになっていくっていう、これもまた良いサイクルが生まれているんですよね。こういった Apple Watch を中心とした可視化、記録、リマインド、このあたりの機能は本当に役に立っています。去年のベストバイの動画でも話した通りで、これに大きく生活を変えられたなというふうに思ってますね。食事に関しては僕もまだまだ精進の途中という感じではあるんですが、だんだん健康意識が上がってきたことで自炊をする頻度も増えていますし、睡眠に関してもまたこれ Apple Watch が役に立ってくれます。睡眠時間をかなり正確に計測してくれる上、あなたの睡眠負債今どのくらいですよっていうのももう毎日のようにお知らせしてくれます。昨日睡眠時間少なめだったから今日は早くベッドに入ろうとか、やっぱりね自分で意識を変えていく上でこういうデジタルのツールを頼るっていうのはすごくいい選択なのかなと思っています。体の健康という意味では食事、運動、睡眠、この3つに勝るものはないんですが、僕の目標は心身ともになので、ちゃんとメンタルヘルスというか心の健康も保てるようにいろいろと工夫をしています。僕が最近やってよかったというか行ってよかったのが本当に海外旅行ですね。もちろん物理的に休みを取るっていうこともすごく大事なんですけど、せっかくのその休みを家で動画バーって見るだけみたいなのってちょっともったいないというか、それこそ僕が年末年始に北欧旅行に行ったのは本当に良かったなと思っていて、というのも海外旅行って今いるこの環境とは全く違うルールの下で生活しなければならないんですよね。人とのコミュニケーションの深さとかやり方もそうだし、あと衛生観念とか礼儀みたいな側面でも全然文化が違います。当たり前なんですけどね。なんか日本でいろいろと考えてたり悩んでたことってなんかこんなにどうでもいいんだなっ
っていうのを本当に実感できたんですよ。普段ずっと仕事してるとどんどん張り詰めていく感じになっていくと思うんですけど、それを一定ほぐすみたいな機会を定期的に設けるのはものすごく大事だなと思いました。あと言語が通じないっていうのもものすごく大事ですね。普段のコミュニケーションでなんか波長が合わないとか価値観合わないみたいなのがもうどうでもよくなります。通じるだけでありがたいんだなっていう、こういったこともあって今年はもう割と海外旅行の機会を2、3他にも設けているので、また Vlog とかでお届けできればなと思っていますし、北欧旅行の Vlog に関してももう近日中にアップいたしますので、もう少々お待ちください。そして3つ目がジャーナリングです。要は日記ですね。日記をつけてその時その時の感情を言葉にすることによって精神をリラックスさせたりっていうような日々の言語化の効果の大きさっていうのはもういろんなところで証明されてきています。で、僕は日記が本当に苦手なんですよ。これも全然続かなくて、なので僕は1日1つ必ず日記を書くというふうには決めていません。何かちょっともやついたりだとか頭の中が整理できないなというふうに思った時にもうパソコンに向かってひたすら文章を打つと、必要になった時にそのテーマだけについてひたすら言語化するというようなやり方をしています。これなら全然負担にはならないのでね、日記書くのが苦手っていう人でも取り掛かれるんじゃないでしょうか。この言語化のためのツールとして僕が一つおすすめしたいのがスクリンタルというアプリです。今回の動画はこのスクリンタルのスポンサードで制作しています。このスクリンタルだいたい1年前くらいにも実は紹介しているんですよね。一言で言うとノートとキャンバスのいいとこ取りというようなアプリになっています。ということでここからは実際に僕がスクリンタルで、そういった日々の言語化みたいなことをどのようにやっているのか、ご紹介していきたいと思います。スクリンタル実は去年の10月にアップデートが行われていてものすごく使いやすくなったんです。はい、これがスクリンタルのアプリのホーム画面みたいなページになるんですが、ここにそれぞれドック、ボード、ファイル、タグみたいなものがあるんですが、主に僕が使うのはボードですね。新しいボードを作るとこんな感じでもう真っ白なキャンバスが作成されます。でここにいろんなメニューが載っているのでここから新しいね、何かを書き始めたりするんですが、基本的にはこのニューブロックですね。ここからポンと、はい、これでブロックが作成されます。で僕はこのボードを1テーマにつき1ボードみたいな感じで書いてます。このテキストを打ち始めますと、プレゼンが思うようにいかなかった。ここ1回クリックするとこのクリエイトドックっていうのが出てきます。これを押すと、はい、お分かりいただけますでしょうか。このただの文章を入力するマスと違って、ドキュメントのシートになります。本当に1ページみたいに作られる感覚ですね。なのでここは割とエディターとしても優秀になっていて、ここ Use/for Options って書いてあるので、はい、こんな感じでいろんな、表現方法が出てきます。バレットにして例えば会社の、ちょっと上をコピペします。途中のリアクションが悪かったな。他に原因あるかな。ところどころつっかえた時のテンポが狂ったなとか、途中のリアクション悪かったのなんでだろう。内容が面白くなかったとか、こんな今ちょっと丁寧に箇条書きしていますが、本当に書き殴ればいいんです。別にこんな箇条書きなんか使わなくてもダメだったみたいな、本当に心の声をそのまま書いちゃっても大丈夫です。こんな感じでページを作っていっております。もう少しいろんな使い方があって、例えば僕はこんな感じで、これ北欧旅行の振り返りですねこれいろいろ書いてますね。そう、北欧のデザインって本当にいろいろ看板とか広告まで全て割とシンプルに仕上がってて、日本ってすぐゆるキャラ作って吹き出しにしてコメントさせるよなみたいな。アハモは日本より海外がつながる。あとちょっと切り分けて、これ荷物に関してあってよかったものとかいらなかったものとかをちょっと分けたりして、次の旅行に役立てようというような情報整理をしています。こんな感じで一つのボードに一つのページをしかも好きな感じで配置できるっていうのが、割とね自由度高くジャーナリングできる大きなメリットかなと思っていて、この自由度の高さってどうしても日記系のアプリとかメモ帳とかノーションみたいなツールでは実現できないんですよね。この点僕はすごくスクリーンタル気に入っています。こうやってボードが増えてくると情報をどうしても振り返るの大変なんじゃないかと思われるかもしれないんですが、例えばこのボードってところからさっきのデータにはいつでも戻ったりすることができますし、仮に覚えてなかったとしてもこの検索がこのアップデートによって
って強化されて、例えばこの YouTube とかで書いたりしてることをこう振り返ったりだとか、こんな感じで検索がしやすくなったというのがあります。また去年のアップデートによって他のユーザーとの連携共有みたいなのもしやすくなったりだとか、オフラインでも使えるようになったりっていうところが強化されました。僕の場合は割と家でちょっとこうね、ゆったりしながら自分のパーソナルな情報を書き込むっていう使い方が多いので、そこまで、そういった使い方はしないんですが、ビジネス的な使い方にもものすごく役に立つんじゃないかなというふうに思っています。でちょっと僕なりの応用的な使い方ということでですね、例えばこの3月17のファイルを開いてみましょう。このボードは、その時考えていた割と自分のなんかやりたいこととか将来キャリアみたいな話をもやつきをそのままに書いてますね。本当にこう章を分ける感じでドキュメントを分けて、関係性を矢印で示しながらも整理しているという感じになります。でここに AI アシスタントっていうのがあります。これを押すとこんな感じで助けるよっていう風にあるんですが、この4つのブロックを全部入れてみます。はい、こいつもはい、これらの内容を整理して箇条書き5つでまとめて、はい、これでじゃあちょっと行ってみましょう。おー、すごいですね。そうこんな感じでまとめてくれるようになります。でこれをですね、このままブロックとして持ってこれるんですよ。はい、こんな感じ。ここまで割と情報量増えすぎてしまったので、これをね、後々振り返った時にも見やすくするためにこんな感じで要約をこの AI に任せて色変えて、はい、まさにこれまとめみたいな感じですよね。これで、保存しておくというような使い方をしたりしています。このブロック単位で連携して AI を使いこなせるっていうのはスクリーンタルに AI が統合されているからこその使い勝手かなというふうに思っています。はい、そんな感じでですね、僕は割とこのスクリーンタルを使いながら、自分の言語化みたいなのをね日常的に行っています。そんな自問自答みたいな形で、心の余裕を保ったりだとか頭の中を整理するってこともあるんですが、やっぱり一番は人と話すというのがものすごく重要だと思っています。自分で考えてるだけだとどうしても疲れるし、シンプルに人と喋るってストレス発散になりますよね。この人と会って話すっていうのはもうずっとやり続けてることではあるんですが、今日も、友達と出かける予定があるのでね、もうこのまま Vlog として、記録にしていきたいと思います。サウナ行きたいし楽しんできます。どうしよう。いろいろ撮ろうと思って持ってきたんですが、バッテリー忘れた。最悪。暗いでも明るいのまだ春だ。うわおっす。何それ、自動追尾するやつ。あ、追尾もできる。すごっ。ちょっと後で画質見してよ。錦糸町。おお、これ混んでそうですね。2名です。2名様ですと、そうですね、かなり混雑しておりまして、簡単なご案内が20時15分になります。はい、15時15分ではい、ありお待ちしております。がとうございます。混んでるんでしょ、だってあっちもチャーハンも。とりあえずもう並んではいける。2時間で入れるか2時間ありゃ。カーチューか。でもめっちゃ混んでない？いつもこんぐらい並んでる時あるし。すごいね。すごいな。しんどいぐらい混んでる。すげえ。あ、広角か。Vlog カメラだ。よいしょ。お腹すいたぜ。イエイ。また島さんそんな上だったな。食い切れないけど。うわ。すげえ。最高。最高。
素晴らしい。身長のすのます一般人ならさ、もう顔色じゃね。麻婆豆腐もあるよ。ごちそうさまでした。美味しかった。うまかった。よいしょ。よしよし。何分今？8時。あ、20分ぴったり。いい。あそこの中華の置いてきた。とても良い祝日でした。明日仕事ですか？